の駅タコアジサイ館さんに関しては、もう全然歓迎っていう形で僕らも捉えさせていただいて問題はない形ですよね。クロマックス、はいどうも、ここどこタコの道の駅の対岸ということで、こんなオープニング撮っております。ということで、はいどうもクロマックスです。なんだ苦しいいやしんどい。はいということで、まだね息落ち着いてないんだけど、今回ねこんな感じでオープニング撮りましたけども、ちゃんとした動画です。今回はですね、クロワークスベースがある千葉県香取郡多古町の全面協力のもと、道の駅タコアジサイ館さんにですね取材をさせていただくことになりました。やったーということで、今回ねこちら見てください。この綺麗な景観の中にある道の駅タコアジサイ館さん、しっかりとですね道の駅の方にお話を伺いつつ、こちらのね道の駅タコアジサイ館さんを紹介できることになりましたので、クロワークスとして全力で紹介していきたいと思います。あんな話やこんな話、もう実際にね結構いろんなお話伺っております。がっつりね映像を撮らせていただいておりますので、今回はそちらの映像をご覧いただければと思います。どうぞ。はいということで、見てください、こちらこの壁、ここのね、目の前の国道を通った方であれば見たことあると思うんですが、こんないいロケーションで撮影をさせていただいております。ということで、こちらのお方、道の駅タコアジサイ館の渡辺さんに来ていただいてお話を伺わせていただこうと思います。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ということで、今回ですね多古町の PR をクロワークスで動画を撮影させていただくということで、それであればぜひ道の駅取材させていただきたいということでお話を伺わせていただこうと思ったんですけれども、道の駅タコ、どれぐらい前からこの道の駅はできてるんですか？ここは平成の13年の9月、平成13年ですので、失礼しました2010年。でもこれ建物むちゃくちゃ綺麗ですよね。それ当時からこの建物ですか？いや、このですね、デザインにリニューアルしたの、このペイントですね、描いたのはまだ2年ぐらいの新しい間ですね。多古町のふっくらたまこさん、ゆるキャラグランプリ全国8位でしたっけ？そうです全国8位、千葉県1位です。千葉県1位ということで、クロワークスの方でもね、視聴者さんに、ゆるキャラ投票やってるよっていうのは告知させていただいたりとかもしてたんですけど、無事千葉県1位、全国8位ということでだったということで、僕もですね、去年の12月にクロワークスベースっていうのを多古町に置かせていただくようになって、クロワークスとしてもですね、たまこさん推しをしつつ、道の駅タコをちょっと紹介していきたいなっていうところなんですが、こちらの道の駅タコアジサイ館さんは、どういった施設が入ってるんですか？まず地元農産物を販売している直売施設ですね。通称こちらではふれあい市場と呼んでる施設です。それとこちらの隣接しているレストラン、キッチンタコ、こちらが1階の方にあります。でその2階の方には休憩情報コーナーといたしまして、多古町または多古町周辺の情報、または無料休憩スペースというところで2階の方に設けております。ここ実際かなり景観のいい道の駅になってるわけじゃないですか。で隣にもアジサイ公園があってっていうことで、平日来させていただいても、もう駐車場、目の前の駐車場に関してはもう大盛況っていうような形で、結構お客さん来てるのを見させていただいたりね、昼下がりになるとこの土手で昼寝されてる方も結構多いじゃないですか。うわ、のどかでいいなっていうような感じね、僕も感じさせていただいたんですけれども、お客さんっていうのは地元の方も結構来られるような場所だったりするんですか？そうですね、地元の方よりもですね、かえって地元以外の他市町村から多くの方がここにご来場していただいておりますので、どっちかというと地元以外の方の方が半分ぐらい遠くからですね、車でわざわざここの辺までおいでいただいてます。それで平日も駐車場がいっぱいっていうのを考えると、本当に遠方からも含めて多古町以外の方が足を運んでいただいてる、そういうような場所でもあるっていうわけなんですね。はいということで、今ですね渡辺さんとお話しさせていただいてて判明したことなんですよ。このね多古町には多古高校っていう高校が存在するんですよ。で僕以前聞かせていただいていて、多古高校がね農業科と園芸科かなと普通科がある高校らしいんですけども、入学希望者が減ってきてるっていう噂を小耳に挟んでるんですよ。
実際にインスタなんかの活動なんかも公立高校でインスタ活動なんかしてるっていう話も伺ったりするんですけども、そのタコ高校の学生さん生徒さんが作ったこれ見てください。タコ高生が一生懸命育てたシクラメンということで、この道の駅タコあじさい館ではですね、タコ高生が育てたお花や野菜の苗、あとはその苗から育てられたお野菜なんていうところも実際に購入することができるみたいなんですよ。でね、僕自身タコ高校がね今希望者が減ってきてるっていうお話を聞いた中で、せっかくタコに腰を下ろさせていただいたクロワークスベースがあるクロワークスですから、何かねお力になることできないかななんていうこともちょっと思ってたりするんですよ。なんか僕ができることがあればちょっとお力になりたいと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。ということで、もう景観も十分綺麗、はい、でそして建物も綺麗なペイントになっていて、むちゃくちゃ清潔感の高いような道の駅になってるんですけれども、営業時間というのは朝9時からですか？朝9時から、夕方6時まで。6時まで、それ以降の時間に関しては店舗っていうところは営業されてないような形ですね。レストランの方はですね、10時から16時までですね。16時まで、という形で営業。じゃあもう本当にお昼ランチで来られたり、そうですね、あとはそのカフェとしてキッチンタコに関しても外側に面した景観のいいお席があるわけじゃないですか。もうそこの席は本当結構すぐに埋まっちゃってるのも僕も見させていただいてるんで、実際にそのタコ米を米粉にしてタコメコワッフルっていうんですね。タコメコワッフル、もうタコ米粉の米粉とタコをかけてタコメコワッフル、実際にねそのタコメコワッフルっていうことでタコ米の米粉を使用したワッフル食べることができたり、大和芋に関しても山かけで食べられるような状況があったりっていうことで、本当にね、地元のものを美味しく食べられる施設っていうところがキッチンタコでも地元のものが提供されているというような感じですね。で実際にちょっとだけクロマックスも関わらせていただいたんですけど、タコメコワッフルのお皿、木のお皿使わせていただいてるじゃないですか。お皿に関してはクロマックスベースで、チェーンソーで切り出したものが一部使われているそうなので、視聴者の方もね気になる方がいらっしゃいましたらぜひとも見ていただければと思います。という形で実際に倒木利用だったりとか、その地域に根ざした形での道の駅の運営をされてるっていうような形ですよね。僕たちもですね実際にタコに腰を下ろさせていただいた以上、タコ町っていうところに関して地域に根ざした活動っていうのを考えておりますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで店内の様子を皆様にお届けしたいということで、これからね潜入させていただこうと思うんですが、普通ねご許可いただけないかったら中店内入れないですから、なんでね実際に店内がどんな様子なのかも含めて私卓代表が実際にですねレポートしていっちゃおうと思います。ということで行きましょう。はい、ということでもうお店側にこんなもう和菓子置いてるところがまずあるわけですよ。でこちら側がねお店の店舗部分になるんですけども、しっかり入り口と出口が分けられていて、ここ見てください。はい、しっかりと消毒ができるような形でですね、感染症対策はしっかりされてるよっていうところですね。で入店時はマスクを着用お願いしますっていう形になってますんで、皆様ご来店される際はですねしっかりと手指の消毒とマスク着用よろしくお願いいたします。ということで行ってみましょう。店内こんな感じでございます。吹き抜けで2階までの高さがある結構ね、見通しのいいというか、開放感のある店内なんですが、これ見てください。メダカが売ってます。これねほんと道の駅の店内って特色が出るから面白いですよね。こんな感じでメダカが売られていたり、こちら側にはこれだけ綺麗なお花が並んでいたりもします。で店内入らせていただくとお惣菜なんかも並んでいたり、こっちにはあれですね、パン屋さんかなんかが納品されてるのか、パンも並んでいたりするようなお店の感じでございます。有名な泉ベーカリーさんのパンが置かれているというような店内でございます。へー。ということで僕ねこれ店内何回か来させていただいたことがあるんでよく知ってるんですけど、ちょっとおすすめの場所あるんで行ってもいいですか？ずいずいずいっと奥に来させていただいて、こちらでございますよ。はい、ということでタコのタコ米しっかり置かれております。これに関しては精米済みの、これは3キロ5キロ10キロですね。しっかりここで購入することもできます。ちなみにクロマックスベースでクロマックスが育てたタコ米も販売しておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いしますっていうところなんですけども、こんな感じでね道の駅でも購入することができるというような形でございます。はい、ということであとこちらでございますよ。
はい、ということでこれ平日ですよね今日、はい、平日にもかかわらずこれだけの方がいらっしゃっていて、実際にもうにぎわっているこのお店でございます。で実際ここ見ていただいたら分かる通り、もうね、もうお野菜がいっぱいなんですよ。ここね、多古町でも実際に有名なこのみつ芋とかね、さつまいももいくつか種類が栽培されてたりもします。クロマックスベースでも栽培させていただいたりもしましたが、そういったお芋をはじめとした農産物、もうこの向こうまでですからね、一番奥までずらっともうお客さんがいっぱいいてにぎわってるというようなお店でございます。でその中で僕が一番おすすめしたい、さっき言ったあれでございます。ここにあるんですよ。こちらでございますよ。もうここもうなくなっちゃってるぐらい結構売れ行きがいいんですけども、多古町の特産品である大和芋、こちらで買うことができます。実際にね、この一つ単位で購入することができるので、むちゃくちゃ粘度がすごいんですよ。もうすりおろしたものが箸でそのまま全部持ち上がっちゃうんですね。それをだからさっき渡辺さんに伺いましたけども、これだし汁と一緒にすりおろして混ぜてわさびをちょっとのせるだけでもうごちそうでございます。これ本当美味しいんで皆さん食べてみてください。道の駅タコ味菜館であればこれ購入できますよというような形でございます。これいや知らなかった。俺ここタコ米を使った織餅も存在するんですね。これいいなあ。あんこ挟んである。こういうお菓子もあるんだ。これは面白い。これお土産にいい感じですね。タコ米のお菓子ですよっていうことで、こういったものもあるみたいです。であとはこちらでございます。一番奥のトイレまで続いてるこの通路のところに、おそらく地元の方たちが作られたような工芸品ですよね。そういったものとかいたたまこさん、ゆるキャラグランプリ千葉県第1位、全国第8位の福田たまこさんでございます。結構いろんな巾着袋とか手提げ袋、そういったものもこう手芸品とか工芸品みたいなものがここに並んでいるような形でございます。ということで店内の感じこんな様子だったんですけど、この2階部分休憩施設があるってことなんですよ。こちら見てください。2階情報休憩コーナーということで、ここね実際店舗が空いてる時間帯で活用することができる場所でございます。これね、道の駅タコ味菜館さんで結構穴場的スポットなんで、ちょっとご紹介しようと思います。ということでこちらから向こうの建物側に移れます。回ってくるとこれ見てください。この景色、こっちの方が景色いいかもしれないですよ。こっち、うわこの景色たまらない。1階のねテラス部分から見させていただく景観とまた一味違って、2階部分に上がってくると一段高いところから全体を望むことができるような綺麗な景観が広がっているでございますよ。これだって河川敷には時期によっては季節の花々が咲き乱れ、季節によっては向こうのね田園風景、稲穂が垂れ下がったような田園風景から青々とした一面の絨毯のような景色も眺めることができるこの場所、これね僕個人的な穴場だと思ってるんですよ。来てる人結構少ないから。なんでね、ここのスペースでちょっとね写真撮りたい方とか景色撮りたい方、記念撮影したい方なんかはここいいんじゃないかななんて個人的に思ってます。でここはしっかり休憩スポットってことで、この裏手側に実際に場所がありますので、ちょっとそこもご案内しようと思います。ということでこちらでございます。こんな感じで地域の情報とか実際にやってるイベントだとかっていうところの、チラシが並んでるというような形なので、結構観光系のものも、付近の観光系のもののチラシなんかも並んでいたりもするんで、こういったところで情報収集されるのもいいんじゃないかなというふうに思います。でね、実際僕階段上がってきましたけど、階段がしんどいよっていう方に関してはこちらにしっかりとエレベーターがありますね。はい、しっかりとエレベーターで上がってこれる2階の休憩スペース、これね素晴らしいですよ。ここ静かに休憩できるスポットだったりもしますので、静かに景観を楽しみたい方はここのスペースおすすめだったりもします。で1点クロワークス的にっていうことになっちゃうんですけど、はい、ちょっと気になることをいくつかご質問させていただいても大丈夫ですか？はい、さっきお伺いした営業時間っていうところが早い時間帯で9時からで、18時までっていう形で営業されてるわけじゃないですか。はい、実際に道の駅っていう形で運営をされてるっていうことなので、営業時間外も、道の駅を休憩施設として使う方って結構いらっしゃいますよね。いますね。そういう方たちってその道の駅の
店舗が閉まっちゃった後って、駐車場の状況ってどういう状況になったりしますか？駐車場、ここはトイレがやっぱり、道の駅っていうのはトイレが24時間使えるっていうのがメリットですので、そこをトイレ利用する、またはドリンクを買う自販機、自動販売機ありますもんね。利用とかですね。もしくはドライブ途中での休憩、車の中、車を駐車して休むというような機能も備えているということですので、それ営業時間外でもですね、乗用車で立ち寄る方、またはドライバー、トラック等の休憩場所としてですね、使われてますので、時間外でも駐車場3分の1ぐらいは止まって何かしら休憩されてますね。そしたらでも休憩施設っていう形で活用されてる方もそこそこの数いらっしゃるよっていう形ですかね。で僕らの YouTube チャンネルというところで車で旅される方たちが多く視聴されてるチャンネルだったりもするんですよ。車中泊っていう形だったり、キャンピングカーとか活用されて、例えばワンちゃんとか連れて全国旅してるよなんていう方が結構視聴していただいてる YouTube チャンネルなんですけれども、そういった形で車中泊とか夜間の長時間利用という形で活用している方たちって結構見受けられますか？そうですね、たまにやっぱりキャンピングカーとかで泊まってらっしゃる方いますね。で夜来て朝ここ開店してちょっと買い物して次の目的地へ向かうというような形で、そういうような形で利用されている方もちょこちょこいらっしゃるっていうような形です。いらっしゃいますね。でここの道の駅タコに関しては国道を挟んだ向かい側に第二駐車場があるじゃないですか。あそこを覗かせていただくと、結構大型のトレーラーとか、職業ドライバーさんが長時間休憩するような場所として第二駐車場の方が使われてるイメージなんですけれども、その職業ドライバーさんの活用っていうところも結構使われてたりもしますか？そうですね、こっちはだいぶ大型車の利用がほとんどですね。であとは気になるのが、その実際に車中泊とか長期間、要は夜間の長時間利用ですよね、で活用される方って結構多いと思うんですけども、その活用方法として、道の駅の駐車場を長期間利用させてもいただくっていうような形、長時間の休憩に使わせていただくっていうような形に関して、こう道の駅としてそれはちょっと困っちゃうよとかっていう状況って何かあったりするんですかね？今のところは大きな規制はしてないですね。特にそれで夜間たくさん駐車台数が増えて、ゴミをたくさん置いていかれるとか、そういったことも皆さんマナーがいいのでないので、朝方になったら結構駐車場はだいぶ減ってますので、日中の営業にも支障はないですし、その辺は特にご利用されても問題ないかな。僕自身も国道を走破するっていう企画のもとに国道を走りながら道の駅で長時間の休憩をさせていただきつつ旅をするっていうのを動画の企画でやらせていただいたことがあるんですよ。でそういうのをやってる中で各地方によって道の駅、それこそ道の駅個々によって考え方違うかなっていうか感じ方とか実情が全然違うわけじゃないですか。そういったところでいろいろ感じる部分とか思うところっていうのは過去に僕もいろいろあったんですけど、もし道の駅を活用させていただくとか車中泊に使わせていただく、長時間休憩に使わせていただくっていうのがあるんであれば、夜間使わせていただいてトイレとか使わせていただいた代わりに9時にオープンした時にお惣菜もあるでしょうし、お野菜もあるでしょうし、その地のものっていうところを購入させていただいて、場合によってはキッチンタコで美味しい米粉のタコメコワッフルを食べさせていただいたりとか、そういうことをさせていただければ道の駅さんにもその駐車場を使わせていただいた恩返しができるかなとかっていうところを思うんですよね。それが一番ありがたいですよね。だそういった形で活用させていただく分には道の駅タコあじさい館さんに関しては、もう全然歓迎っていう形で僕らも捉えさせていただいて問題はない形ですよね。はい、ということでもうたっぷり話させていただいて本当に渡辺さんありがとうございます。いやこれでですね、僕の知らなかった道の駅タコあじさい館の魅力だったりこの地域のことっていうことも含めてね、いろんなこと知ることができました。やっぱり地元の人にお話を伺わせていただいて、実際に道の駅で働いてる方、道の駅のスタッフとしてやられてる方たちからもお話を伺うことによって理解が深まったり、タコに対しての思い入れじゃないですけど、やっぱりねタコ町盛り上げていきたいっていう気持ちがやっぱ僕の方もね大きく膨れ上がってくるような感じがありましたので、今後ともですねクロワークスも何かお力になれるところ全力でやっていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ということで実際この撮影の順序からすると渡辺さんにお話を伺いつつの撮影が終わった後にオープニング撮ってすぐエンディングなのよ。ちょっと足首くじいためっちゃ久々に体張って足くじいた
もうちょっと痩せなきゃいけないなとか思いつつ、こんな感じでね、エンディング撮ってんのね、ご容赦ください。ちょっと全力出しすぎた。そんなこと置いといてどうだったっすか皆さん。実際に店内なんかも撮らせていただいて、僕らね、一般のユーザー、車で旅をするユーザーが気になるところも含めてまるっとお答えいただいちゃったこちらの動画でございますよ。これね、2020年永久保存版ですよね。はい、そういうような形の動画になると思いますんで、ぜひともこちらの動画で面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録をぜひともよろしくお願いします。いやほんとこんな体勢でごめんなさいですけど、本当に足くじいちゃったから許して。ということでね、タコの道の駅っていう道の駅あじさい館さんをこんなにまるっと紹介させていただいた YouTuber は他にいないと思いますんで、今後もですね、千葉県香取郡多古町、こちらにですね、何かお力になれることはないかなということで、私どもクロワークスはですね、発信っていうところをしっかりやっていきたいなと思っておりますんで、皆様注目していただければと思います。はい、ということでこんな感じで若干息は落ち着いてきたけれども、よいしょ、足いってんすよ、くじいちゃって足いってんだけどさ、ここ見てください。ここでね、ちょっと休めるから、うわ気持ちいい。ここで休ませていただいて、営業を養って次の撮影行こうと思います。今日撮影いっぱいあるから、とりあえずね、少しここで休ませていただこうと思います。いやー気持ちいい。ということでこんな感じで申し訳ないですが、最後までご視聴いただいてどうもありがとうございました。ということで走っておりますが、てかこれオープニングだからね、これオープニングでね、こんな体張ってんのめっちゃ久しぶりだよ。これね、言い出したら俺なんだけど、むちゃくちゃきついこれ